はい、というわけで京谷ドリームブースターのバージョン 15.0.0 の使い方を解説していきます。ではやります。まず動画説明欄に京谷ドリームブースの京谷トレーナーのリンクが貼ってあるので、そちらに行ってもらうとこの画面があるので、ここの一番上の京谷ローラドリームブースのリンクでオープンインコラボをクリックします。そうしましたらここにドライブにコピーとあるので、これをクリック。はい、そしたらこれにホニャララのコピーとここに出ているので、これで開始します。で、準備としまして自分の用意した画像を正方形 512×512 から 1024×1024 くらいの正方形にしていただいて、それをこのようにフォルダーの中に入れます。そしてこのフォルダーを ZIP に圧縮します。で、これを自分の Google ドライブにマウントします。それが事前準備です。で、もうなんか今回のバージョンから有料のコラボじゃないと時間切れになるんじゃないかっていうくらいなんかごちゃごちゃ しだしたので、ちょっとその辺は無料の方はもしかしたら接続が切れちゃうかもなと思ってやっていただければと思います。いきます。 1.1 マウントドライブにチェックを入れて実行します。ドライブの許可みたいのが出てくるので許可してください。はい、そうしましたらここのファイルボタンをクリックしていただくと、ここにドライブとあります。これが Google ドライブのことです。マイドライブの中は自分の Google ドライブと同じ構成になっているかと思います。で、今回やるのはキャプション方式というものです。ここの名前にある通り、ローラドリームブースとなっている通り、もともとドリームブースというもののなんて言えばいいの、システムみたいのを使ってローラを学習させるよというのなので、ベースはドリームブースと同じような設定になってます。それにおいてキャプション方式というものとインスタンスクラス方式というものに分かれています。自分が今回説明するのはキャプション方式です。で、1.1 がそうこうしているうちに終わったので次行きます。はい、これは行いません。スキップします。次です。モデルのダウンロードに入ります。ステーブルディフュージョン 1.1 系の人はこちらから、2. いくつを使いたいよという人はこちらから選んでください。アニメ系を学習させる人は Any ローラが一番いいと思います。それ以外の人はステーブルディフュージョン 1.5 でいいと思います。Anything はあまりローラにおいてはいい学習にならないということが多々報告されています。なのでアニメ系の人は Any ローラを選んでください。そうじゃなくて別に自分でモデルの URL を用意するよという人はここにモデルの URL を貼り付けて実行させてください。 VAE を一緒に学習させたいという人はここから選んでください。基本的に VAE は学習させる必要はありません。次、3番 3.1、 これはそのまま実行させます。3.2、 先ほど用意した ZIP ファイルをドライブの中に落としたと思うので、それを左クリックしてパスをコピーで上の段に貼り付けます。今回厄介なのが、これを実行させるとこっちのドライブのファイルは消えます。なのでその点だけ注意してください。下は空白です。ダンと。そうしましたら今のファイルがローラトレインデータに落とされました。次、これは海外のアニメ系画像サイトから自動でタグについたものを持ってくるっていうものなんですけれども、これは実行しないです。次、データの中に余計なファイルがあったり、読み込めない形式のものを変換したり削除してくれたりするものです。一番上のコンバーターだけチェックを入れて実行します。次、キャプションを自動でつけるよというものです。特に何も考えずに実行します。1、2分くらいはかかります。はい、そうしましたら次です。次、これでいじるのはこことここです。上は何か特定のもの、人とか東京タワーとか、そういう場合はなるべく数字を大きくします。大きくするとタグの数が少なくなります。そうじゃなくて何々風、フェルメール風、ゴッホ風とかっていう人はこれをこっちの小さい 3.5 くらいにします。で、下は自動でキャラクターのタグをつけてくれるというものです。アニメ系を学習させる人は、例えば春うららとかが実際に学習させてたら、これの数値によって春うらら系のタグを自動でつけてくれるよというものです。実際アニメを学習させてないのでどういう挙動を取るか私は知りません。実際にちょっといろいろやってみてください。こうやったらこうなったなとか、こうやったらこうなったなとか。実際の人間を学習させる人は特にこの機能は機能しないのでほったらかしでいいです。実行。そうしましたらここのさっきのトレインデータのところにキャプションファイルとタグのファイルができてます。実際にこれをダブルクリックするとここで見て編集することができます。実際1の画像に対してこの説明で大きく間違っていないかというものをチェックしてみてください。大きく間違っていたり、もうちょっとこういう風に変えたいなという人はここで普通に打ち込んでもらえれば変えることができます。
タグの方も同様です。関係ないタグが入ってたりするかどうかというのをチェックします。で、実際やる前にもうこのタグだけはいらないんだよっていう人は、あらかじめここのところにそのタグを打ち込んどいてもらえれば、このタグはここに含まれることなく実行されます。基本的に精度が割と高いので、ここも入れることはないと思います。次、これは実行しません。これは一括でタグを消したり入れたりすることができるやつなんですけど、実行しません。次、先ほどモデルをダウンロードした時にステーブルディフュージョンの 2. いくつ系を選んだ人はこれをチェックします。それに伴いこのオプションが必要な人はチェックします。1. 点何とかを選んでれば必要ないです。プロジェクトネームは自分の任意の名前です。モデル、マイモデルとかにしときます。ここにベースとなるモデルのパスを入れます。左のここのプレトレイディッドモデルのパスの中のフォルダーの中のここに入っているので、ペットパスを貼り付けます。 VAE を一緒にダウンロードした人はここに VAE が出ているので、そのパスを貼り付けます。そしてこのアウトプットトゥドライブにチェックを入れて実行します。これで自分の Google ドライブにモデルが保存されるようになります。次、この一番上の数値を1に変えてください。アクティベーションワードというのがあるんですけど、これは正直機能しません。今回キャプション方式というのを使っているので、これは機能しません。機能しないながらも一応タグには含まれるので、それなりの名前を入れといてください。先頭は適当に自分の任意の文字列、後半はそれの大まかなジャンル、ドッグとかガールとかそういう感じに入れといてください。で、ここのトーケントゥキャプションというのにチェックを入れます。これによってこれがキャプションに含まれるようになります。左右対称のものを学習させる人はこれにチェックを入れてください。ランダムで学習画像が左右反転されます。左右非対称のものを学習させる人はこれをチェック外します。例えば伊達政宗とか眼帯の方向がバラバラになっちゃうので、このチェックを外します。そうじゃないシンメトリーの人はこれをチェック入れます。実行。次、ネットワークカテゴリーというものがあって、ローラ、ロコン、ロコンリコリス、ロハってあるんです。ローラでいいです。これ以外は GPU を多く使うし、モデルのサイズは大きくなるし、使う時にもなんか特定の拡張機能じゃなきゃ使えないとかいうことも起こったりするので、ローラでいいです。そんなにべらぼうに違いは出ないです。学習の精度に。で、ローラを選べばここの数字は関係なくなって、いじるのはここの2つになります。そうは言ってもデフォルトで問題ないです。次、今回新しく入った概念っていうか設定がこれで、ミニ SNR ガンマだかっていう数字で、要するに効率よく学習させるよみたいな設定で、値が小さいほど強くかかって大きいほど弱くかかるというもので、デフォルトがマイナス1になってます。この機能自体の大元のデフォルトは5になってます。で、正直これが結構学習の結果に影響を及ぼします。ただいろいろやってみてください。こればっかりはいろいろやってみてください。結構学習結果が変わります。マイナス1にしたり5にしたり999でやったりもしましたけど、って感じ。マイナス1の方が早めに自分の学習させたい画像にそっくりになってくなっていう気がしなくもないけど、これはとにかくいろいろいじってみてください。今回学習させる中でこの数字が多分一番いろいろいじればいろいろ結果が変わってくる数字だと思うので、とにかく試してみてください。それしか言えないです。本当に。次、オプティマイザータイプ。これはこれでいいです。8ビットのままでいいです。有料の人はこれがいいとか前回言ったんですけど、なんやかんや比較するとこれで問題ないです。なので軽い方がいいのでこれにしておいてください。次、スケジューラー。ここを変えます。ここを一番上のリニアにします。で、あとはそのままデフォルトのままです。実行。そしたら次です。有料のコラボの人はこのローラムのチェックを外してください。そしてエナブルサンプルプロントも外します。これは学習途中にサンプルを吐き出してくれるっていうやつなんですけど、これがあることによって一時停止したりしてとても遅くなるので私は外してます。そしてこのエポック数は150くらいにします。150から250くらいの間で様子を見てください。で、その上のこのノイズオフィサーっていうのも0でいいです。これは明暗をくっきりさせて学習させるよみたいな数字で、 0.5 くらいまでなら上げてもいいらしいんですけど、上げすぎると全然学習の画像が変わっちゃうので、これはデフォルトのままをおすすめします。次、 VAE バッジ。これはだいたい1でいいです。1か3以内くらいで自分の学習させる画像で割り切れる数にしてください。今回自分5枚なので1です。例えばこれが10枚とかだったら有料の人は2とかでいけるかもしれない。
無料の人はこの下のトレインバッジサイズも1です。無料のコラボの人は両方とも1です。有料の人はせいぜい2か3くらいで自分の学習させる画像で割り切れる数にしておいてください。今回5枚なので11でいきます。これも FP16 は FP16 で良いです。Save N Epoch タイプは Save Every N Epoch にします。デフォルトのままです。任意の数字にします。10にします。今回は10ということは10、20、30、40というふうに結果このエポックに達するまで保存されます。この間隔で保存されます。1モデルあたり30数メガなので、それでもドライブがいっぱいになるってことは多分ないと思います。で、あとはデフォルトです。クリップスキップはベースとなるモデルに合わせろって書いてあるんですけど、ベースとなるモデルが何なのか分かんないのでデフォルトのままでいいです。分かる人だけ変えてください。これにチェックを入れると GPU の使用率が下がるんですけど、とても遅くなるのでこれはチェック外したままです。で、あとはそのまま実行。そしたらこれは何もいじらずに 5.5 スタートトレーニングします。で、これはテストするやつです。テストするやつを使うよりも実際にオートマティックとか自分で起動させてやった方がいいと思います。で、これは GitHub とか Hugging Face にモデルをアップロードするときに使うものなので実行しないです。はい、ということで以上で学習は終わりです。学習させたものはマイドライブにローラーというフォルダができていて、その中にアウトプットというフォルダができています。この中にだんだんと保存されていきます。こういう感じに保存されていきます。先頭が自分のつけたモデル名になってます。で、この後ろの数字が10エポック目に保存したよというもので、こっちが20エポック目に保存したよというものになってます。で、一番最後の自分の設定したエポックに達したやつはこういう風に数字がないものになってます。これが最終的に出力したモデルということです。それ以外は何エポック目かという番号が振ってあります。以上です。では、さらばじゃ。インスタンスクラス方式のメリットっていうのは複数の概念を同時に学習させることができます。例えば綾瀬はるかと福原遥と、もしくはフェルメールとか3つ同時に学習させることもできるし、4つ同時に学習させることもできる1つのモデルに。ただしそれはドリームブースみたいにステーブルディフュージョン 1.5 のを自分用にカスタマイズするみたいな用途だったらいいんですけど、ローラというのはもともと1つのモデルサイズがちっちゃい上に同時に複数適用することができるわけですよ。ローラ A、ローラ B、ローラ C。だからそうした時にメリットはそこまで大きくないです。じゃあもう一つキャプション方式というのは何かというと、例えばご飯を食べている女の子、赤い服を着ている女の子、髪の長い女の子のように自分の学習させる画像に対してキャプション、説明をつけるんですよ。そうするとどうなるかっていうと、そのキャプションの中に含まれているものというのが実際自分がローラを使うときに変化させやすくなるわけです。実際そのモデルを使うときに変化させやすくなるわけです。なので髪の長いみたいなキャプションが入ってたら、自分が適用するときに髪の部分を変化させやすくなるわけです。だからショートカットにできたり、スキンヘッドにできたり、そういう変化をもたらすことがやりやすくなるわけです。安くなるってだけで、一番は元々の画像、学習させる画像に依存してしまうんで、同じような画像ばっかだったらそれが強く出てしまうんですけど、それでも変化させやすくなります。この顔を表現したいんだよなみたいな時はキャプション方式がいいかと思います。顔以外の部分をキャプションに含めればそれなりに変化させやすくなるんで、あくまで安く程度ですけどなるので、今回はなのでキャプション方式というのを使っていきます。でもやっぱさっき言った通り一番は画像です。用意する画像が同じような服装の画像ばっかだったら同じような服装しか再現できなくなってしまうので、その点は注意です。だから顔だけじゃなくて顔、バストアップ、全身みたいなそういう画像をバランスよく、服装もバランスよく、髪型もバランスよく、もちろん背景も同じような背景じゃなくて違う背景っていうのを用意することがコツです。